回はセリアさんのチュチュリボンとチュールテープを使って小さなバッグを編んでみました。チュチュリボンはこんな風に不織布みたいな紙みたいなひらひらがついている糸ですね。これとコットン糸を引き揃えて編んだバッグになります。サイズ感としてはスマホが横に入るかなというくらいの大きさです。使用する材料です。セリアさんのチュチュリボン1玉と、それから一緒に引き揃えて編む用の、コットン糸ですね。これはダイソーさんのコットナブルですけれども、同じものでなくても同系統の色のコットン糸を用意します。そしてフラップ部分のフリルを編むように白のコットン糸を用意します。こちらは持ち手の装飾用に使いますフリルチュールテープです。セリアさんで購入しました。それからお好みのボタンを用意します。これはセリアさんで購入したものです。かぎ針は4号と7号を使います。ハサミ、マーカー、とじ針も必要となります。チュールテープの縫い付け用に縫い糸と縫い針と待ち針を用意します。では糸を引き揃えて糸をかけたら、まずは作り目ですね。ここから鎖編み16目編んでいきます。鎖編みを16目編みました。では鎖1目で立ち上がって針にかかっている目から1、2、2番目の目に細編みを2目編み入れます。この目には最後に戻ってきてもう一つ目を編んで合計3目にしますね。まずは2目編んでおきます。最初の目にマーカーをつけておきます。次から鎖1目に対して細編み1目で細編みを14目編んでいきます。この目にもマーカーを入れておきます。ではマーカーを入れた目を含めて14目細編みを編み進めます。14目編んだところです。この目にもマーカーを入れておきます。ではこの鎖に細編みを3目編み入れます。糸端は編みくるみながらいきます。この部分細編みを3目編み入れました。では次の目からちょっと見にくいですけれど、ここですね。次から細編みを14目編みます。この目にマーカーを入れておきます。では順番に細編みを編んでいきます。こちら側も細編み14目編みました。ではこの目にマーカーを入れておきます。そして最初に細編み2目編み入れた、ちょっと見えにくいですがこの目ですね。ここにもう一つ細編みを編んで、マーカーの入れてある最初の目です。ここに引き抜きます。1段目が編めました。ではこの後ですが、同じ方向に編み進めると歪んだり遮光が出てしまうので、往復編みで編んでいきます。では2段目ですね。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えます。編む方向を変えますね。最初の目がこの目になります。ここは引き抜いたところなので、最初の目はこの目ですね。ここに細編みを
2目編み入れます。ではこの最初の目にまたマーカーを入れておきます。次からこのマーカーからマーカーまで細編み14目、ここは目を増やさずに編んでいきます。マーカーを戻しておきます。マーカーのところまで来ました。これが細編み14番目の目ですね。またマーカーを戻しておきます。ではここ細編み3目ありますね。それぞれの目に2目ずつ細編みを編んで6目にします。同じ目に細編みを2目編みますね。同じ目に細編みを2目編みます。次も細編みを2目編みます。はい、6目になりました。ではまたマーカーからマーカーまで細編み14目編みます。直線部分細編み14目編みました。ではこの角のところですね、2目残っていますので、ここも細編みを2目ずつ編み入れて最初に細編み2目編んでいますので合計6目ですね。では最初の目に引き抜きます。2段目が編めました。では3段目です。鎖1目で立ち上がってまた向きを変えますね。細編み4目ありますが、ここに目を増やしながら編んでいきます。ここに細編みを1目、マーカーを入れておきます。次は細編みを2目編み入れます。細編み1目、次の目は細編み2目、はい、一旦ここで6目編みました。こちら側また戻ってきて3目増やして合計9目になるようにします。マーカーからマーカーまで細編み14目編み進めます。直線部分細編み14目編みました。ではここは6目を9目に増やしますね。まず細編み1目、次の目は増し目です。細編みを2目編み入れます。細編み1目、細編み2目、細編み1目、細編み2目、これで細編み9目になりました。マーカーからマーカーまでは細編み14目編み進めます。直線部分細編み14目編みました。では最後のところは2目ありますが、これを3目にしますね。まずは細編み1目、次の目は増し目しますね。細編みを2目編んで、最初の目マーカーの入っている目に引き抜きます。3段目バッグの底の部分が編めました。ではこの後バッグの側面を編んでいきます。今目数は46目ありますので、46目のまま増減なし細編みで編み進めていきます。側面の1段目ですね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。こちら側に3目細編みがありますので、まず細編みを編んでいきますね。
最初の目は目印にまたマーカーを入れておきます。マーカーからマーカーは14目ですね。マーカーを戻しておきます。カーブの部分は細編み9目ですね。マーカーからマーカーは14目です。ではこちら側のカーブは残り6目ですね。最初の目に引き抜きます。側面の1段目が編めました。次は2段目ですね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。今度はこちら側に6目編んでいきますね。最初の目にマーカーを戻しておきます。ではこのように側面を13段まで往復で編み進めます。細編み往復で13段編んできました。では次の段とその次の段で目を減らします。まずは鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。細編みをします。マーカーを入れておきます。続けて細編みを3目編みます。そうするとこのカーブ側の方ですね、2目残っていると思いますが、ここで細編み2目一度を行います。目を減らしました。では今度は直線部分ですね。直線部分の最初で2目一度します。マーカーを入れておきます。ここで2回2目一度しましたね。ではこの後直線部分細編みを10目編みます。細編みを10目編んできました。ではこの目とマーカーの入っている目を2目一度します。マーカーを入れておきます。次はカーブ側ですね。ここもこの目とこの目で2目一度押します。この後細編みを5目編みます。マーカーの手前2目、これを2目一度します。次は直線部分ですね。マーカーの入っている目とその次の目で2目一度します。この目にマーカーを入れておきます。次は細編みを10目編みます。細編みを10目編んできました。ではマーカーの手前の目とマーカーの入っている目を2目一度します。マーカーを入れておきます。次の目ですね。この目とこの目2目一度します。
残り細編み1目編んで、最初の目ですね、ここに引き抜きます。次の段です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。マーカーの手前が2目ありますね。ではこの目とこの目で2目一度します。マーカーをつけておきます。次のマーカーの入っている目とその次の目で2目一度します。マーカーを入れておきます。ではここから細編み8目です。細編みを8目編んで、次の目とマーカーの目で2目一度します。マーカーを戻しておきます。今度はカーブのところになりますね。次の目とその次の目で2目一度します。ここから細編みを3目編みます。次の目とその次の目2目一度します。マーカーの入っている目とその次の目で2目一度押します。マーカーを入れておきます。ここから細編み8目編みます。細編み8目編みました。次の目とマーカーの入っている目を2目一度します。はい。じゃあカーブの部分ですね。次の目とその次の目で2目一度します。残り細編み1、2、3、3目ですね。最初の目に引き抜きます。今1段で30目になっています。では16段目は目数を変えずに30目のまま細編みをしていきます。1周30目で編みました。ではここから続けて持ち手を編んでいきます。ここが5目ありますので、この真ん中の3目で細編みで往復でテープ状に編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がって根元に細編みですね。次の目に細編み、次の目に細編みをします。鎖1目で向きを変えて細編み3目です。ではこれでお好みの長さまで編んでいきます。あまり長くしすぎるとチュールテープが足らなくなるので、目安としては30段ぐらい編めばいいかなと思います。30段編みました。ではこちら側のまちの5目あるうちの真ん中3目に編み付けていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えて
最初の目に針を刺しておきます。でこちらのマーカーの目のその次の目ですね。ここに引き抜きます。次の目も同じように引き抜きます。これで編み付けることができました。この時に持ち手がねじれていないかよく確認してやってくださいね。ではこれで一旦糸を切って糸始末しておきます。バッグの形になりました。ではこの後フラップを編んでいきます。持ち手と持ち手の間が12目ありますので、ここに糸を編み付けて細編みで12目編んでいきます。鎖1目で立ち上がって細編みをしますね。糸端は編みくるみながらやっていきましょう。ではこちらの持ち手まで12目編みます。フラップ部分の1段目細編み12目編めました。では12目のまま往復で6段編み進めていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元から細編みをしていきます。ではこのままあと残り6段編んでいきます。フラップ部分合計7段編んだところです。では次の段から目を減らしていきます。鎖1目で立ち上がりますね。根元とその隣の目で2目一度押します。次から細編み8目です。残った2目を2目一度押します。では続けて鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元の目と隣の目で2目一度押します。細編みを6目編みます。残りの2目で2目一度押します。続けて鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元とその隣の目で2目一度押します。細編みを1目編みます。ここでボタンホールを作ります。鎖2目です。2目飛ばして次の目に細編みです。最後の2目で2目一度押します。鎖1目で向きを変えます。2目一度、鎖2目のところは側にすくって細編みを2目編みます。2目一度します。最後の1段は細編み4目です。ではこれで糸始末します。これでフラップ部分が編めました。次は白の糸でこの部分にフリルを編んでいきます。針は4号に変えていきます。ではこのフラップの根元の部分ですね。ここから糸を編み付けていきます。鎖編み3目で立ち上がります。では、1段に対して長編みを4目から5目ぐらいですね。様子を見ながら編んでみてください。
はこんな感じで長編みでぐるっとこちら側まで編んでいきます。フラップのところにフリルが編めました。ではボタンの位置を決めてボタンをつけていきます。あとはこのチュールテープを縫い付けていきます。このテープは装飾の目的でつけるんですけれども、持ち手やまち、底の部分にも縫い付けることで伸び止めの効果もあるかなと思います。ではこのチャコペンで縫い付けるラインに印をつけます。まず持ち手は3目あるので真ん中ですね。そしてサイドの部分はぴったりと折って中心となる位置に印をつけていきます。ではチュールテープをこんな風に開きます。開けるところがあるのでこのようにして待ち針で留めていきます。待ち針で一周留めました。ではこの間のところを縫っていきます。一周縫い付けました。では最後余分なところをカットします。これで完成です。